次はこちらになります。で全長はね、先ほどもお話しした通り、これ66センチになりますので、これディテールアップキットなんですけど、一応こちらの方を組み込んで、用意したネッチングパーツ14番をそれぞれつけていきます。はい、じゃあね、次の作品着手しましょう。はい、次はこちらになります。ウェーブ製の200分の1のミカサになります。で、こちらの製品ですね、実はトランペッターさんの方で、製品の製造とね、販売の方を行っているものなんですが、一応それを OEM として、ウェーブの方でですね、中にちょっとエッジングパーツ加えたりとかして、販売をしているものになります。で、一応販売時期は2016年の4月に発売されたもので、ウェーブのね、戦艦模型のモデルとしては、これが最初の第1号になるんだそうです。で、製品のね、スケールが非常に大きいので、これね、確かね、作り上げると全長でね、66センチになるそうなんですけど、相当大きいんですね。なので、戦艦模型とかをね、作りたいなと思ってるモデラーさんなんかはね、一度はね、手にしてみたい製品なのではないかなという感じはします。でですね、一応今回、これに合わせて、MK1 のね、これディテールアップキットなんですけど、一応こちらの方を組み込んで、で、なおかつ、これにね、木製の鋼板がついてるんですよ。で、これもね、一応インストールした状態で完成させようと思います。でね、これエッジングパーツもね、かなりの量になりますので、ちょっと製作がね、長丁場になるのではないかなという予感がしてます。じゃあね、早速作っていきますか。まずね、ちょっと中身の方ですね、確認していきたいと思います。はい。まずね、こちらが、春になりますね。これね、厚みも相当あるんですよね。一応ね、指のサイズでいうと、元から見て僕の第一関節ぐらいまではありますね。で、これが、これもちろん貼り合わせになりますので、一広まではいかないですけど、そうですね、どんくらいになるんだろう。サイズ的には、幅を見ただけでも、おそらくなんですけど、12センチ、11センチぐらいかな、はあると思います。で、全長はね、先ほどもお話しした通り、これ66センチになりますので、かなりね、大きいスケールになるのではないかなという感じがしますね。で、モールドとかよく見てみると、そうですね、よくできてるとは思いますが、あとはエッジングパーツがね、この上に加わると思うので、さらにね、細かい、より細かいね、このちょっとスケール感がね、出てくるのかなという感じはしますね。このまんまね、作っただけだとね、なんとなくちょっとね、寂しい気はするんですけど、ちょっとね、エッジングパーツとか加えつつ、どういう風に仕上がるのかちょっと楽しみなキットでありますね。で、あと細々としたのが、ね、いっぱい入ってるんですけど、あとこれ土台がね、一緒にくっついてます。今回もね、木製のベースの上にアクリルのケースとかつけちゃうので、
まあ、5台はね使わないんですけど、一応キットの中には入ってます。あと枚数的には何枚あるのかな。なんかね、もうちょっと一つ一つの部品結構多いし細かいので、まあ、あんまり解説はしないですけど、枚数的には1、2、3、4、5、6、7枚。7枚の、8、9、10、11、12、13、14、15、16。ランナーだけでね、16枚ありますね。で、これにあと、それぞれのね、この看板、これ多分中央の看板なのかな。中央の看板でしょ。で、あと、おそらくこれがバウの部分ですね。全部のデッキですね。で、こっちは後部のデッキですね。はい、バウとね、スタンがそれぞれと入って。で、あとこれにですね、もともとキットの方に付属していた、エッチングパーツが、それぞれで、何枚あるんだろう。2枚、3枚、4枚か。で、この感銘プレートの入れると6枚ですかね。6枚エッチングパーツが入ってます。で、あと、なんかこのペーパーアクセサリーっていうのがあって、で、一応こういうなんか、海軍機だったりとか、なんか日本の国旗をこれ多分切り取ってつけろということだと思うんですけど、まあ、これはね、もちろん水天車デカールとかにした方がよりリアルにできると思いますので、そこはね、ちょっとせっかくちゃんと作るんだったらね、そういうとこはしっかりね、代用品を使って作り込んでいきたいと思います。で、製作のね、マニュアルになるんですが、これはなんか資料とかの情報などをね、一緒に書いてあったりとかするのかなと思ったんですけど、特にこれといって実際のね、船の解説だったりとか入ってないようですね。まあ、工程的にはまずはあれですかね、まあこれほとんどの船作るときまずそうだと思うんですけど、まず本体をね組み立ててしまって、上にデッキを取り付ける作業が入って、で、あと偽装品ですかね、細かい偽装品なんかを付け加えてって、で、横にこうくっついてるなんか副砲だったりとかそういうのつけていくんですかね。で、あとは、環境をくっつけてって、で、ずっと、なんかもう永遠とね、偽装品を取り付けるような工程が、かなり先まで、掲載されてますね。で、マストを作って、で、煙突を作ってって、で、内科艇とかの製作が入って、で、最後はあれか、なんかこの辺も内科艇とかですかね。で、加えてって、最後に後部とかにね、なんか、またこの偽装品とかつけていく感じになるんですよね。一応ページ数的にはね、44ページまでありますね。まあ、結構、もちろんね、このままストレートで組んでも工程長くなるとは思うんですけど、先ほどお話ししたみたいに、今回はね、このMK1 デザインのね、ディテールアップキットがありますので、これね、15枚あるんですよ。で、もうあらかじめちょっと部品の方もね、中身確認して、一応アルファベット加えてあるんですけど、これね、一枚一枚のエッジングパーツ自体は、そんなにね、細かくは、まあもちろんスケールが大きいんで、そんなにね、細かくはないんですけど、なんせね、ちょっとこう枚数が多いんで、結構ね、やっぱり時間がね、かかる制作になると思います。で、あと、これ以外にも、
結構ね細かいこの真鍮部品だったりとかが入ってて、これもちょっともうすでに数え終わってね、ある程度ちょっと分類分けしてあるんですけど、でこういったね細かいのとかがね部品として入ってますので、結構ねもちろん出来上がれば相当リアルなものになると思いますけど、これ作るのはまあ大変だと思いますよ。こういうねアンカーなんかもねちょっと別部品でホワイトメタル製で、しかも2分割されてるんですよ、アンカーが。だからこれもねちょっと細かい製作になると思いますけど、出来上がったらね結構リアルになるんじゃないかなと思いますね。であと他にもなんかねボラードだったりとか、あとなんだろうな、この辺のなんかアンテナ系のやつとかがだと思うんですけど、一応こういったものもね全部で多分60ピースぐらいあると思うんですけど、その辺もね船体の方に加わっていきますので、完成がね結構楽しみだと思います。はい、MK1 デザインのインストになります。これね10ページでね全部カラーなんですよ。なかなかないですよね。で私もねこれ存在を初めて知ったんですけど、どうもねこれね嫌いよけのネットみたいなんですよ。でこれ左右つけられるようになってるんですけど、一応このディテールアップキットの中に入ってて、でこれが付けられるタイプと保管されてる格納されてるタイプですねが、選んで作れるようになってるようです。で一応今回はねこの嫌いよけのネットがないタイプのもので、こちらの下の方のタイプのもので製作を進めます。でこれよく見ると図だとねこのマストだったりとか真鍮だったりとかするのと、あとこの手法がね多分なんですけど、これアルミのね削り出しだと思うんですよね。でこれはねこのキットの中に含まれてないんですよね。で一応ちょっとねネットで調べてみたら今回用意したねキットがね20018っていう品番なんですけど、20017にねデラックス版っていうのがあって、でそっちのね20017の品番の方にはどうもね他の金属部品とかも含まれてるみたいなんですよね。で今回ねちょっと用意したのが20018なんで、一応今回はマストだったりとか手法だったりとかは、プラスチックのまんま、あと他にもねまだ全部見てないんですけど、図で言うと金属になってるところがねついてなかったりとかその出てくると思うので、一応そこはね、必要に応じてもちろんプラスチックしかなければもうそれで仕上げるしかないので、割愛して作っていきたいと思います。でねこれ正直ねインストがねものすごくね不親切なんですよ。で画像をねちょっとできればもう少し拡大図が欲しかったなっていうのと、であとね上から撮ってる図がちょっと少ないんですよね。でできればねその辺ねもう少しねちょっと情報量として欲しかったなって感じがしますね。でね理解しづらいというか、位置が特定できないのもかなり大きい理由なんですけど、あとね、もちろん部品の点数がすごく多いので、正直昨日とか今日とかね始められたようなね方だと完成はかなり難しいと思いますよ。でおそらくこのキットを完全に導入させるためには、もちろんね模型の技術的なものも必要になってきますし、あとはね船のねちょっと構造的なものをね理解できてる方じゃないとこの部品は多分これだからここにつくだろうっていうねそういう感覚みたいなものが必要になってくると思うんですよ。なのでほんとね結構慣れてる方、もう何隻もね船作られたりとかしてる方じゃないとちょっとね完成難しいんじゃないかなという感じが個人的にはしてます。とりあえずね、今回、この20018のねディテールアップキットを使って、
なるべくね、精密にね、そして綺麗に仕上がるようにね、製作を進めていきたいと思います。このね、ミカサについてる、ディテールアップパーツのね、セットの中に、エッジングパーツがね、通常のエッジングパーツでいうとシートで14枚。で、あとカラーエッジングパーツがつくんですよ。で、とりあえずね、このエッジングパーツの表面をよく触るとね、なんか油ついてるんですよね。で、ちょっとこのまま塗っちゃうと、もちろん塗料のね、密着状態も良くないですから、一旦ね、ちょっとこのね、油分を落としたいんですよね。ケースをね、用意しました。で、ここに、まずね、水を張っていきます。今見かな。まあ、そんなに深く張らなくてもいいので、この金属のね、板が浸かるぐらいの深さで大丈夫です。で、ここに、中性洗剤をね、入れていきましょう。まあ、あまり入れても意味ないと思いますけど、ちょっとね、手でかき回しておいて、で、ここに、用意したね、エッジングパーツ14枚をつけていきます。こうね、触るとね、表面の油分がね、指で感じ取れるんですよね。これをきれいに落としていきたいと思います。よし。で、カラーのね、エッジングパーツは色とかもついてるので、もうこのままね、使うことにしましょう。で、エッジングパーツね、部品がもちろん細かいので、あんまりね、毛足の強いやつで洗ってしまうと、パーツが壊れてしまいますので、まあ、筆とかでも構わないので、表面をね、優しく洗浄していただきましょう。ほんとね、優しくでいいですよ。ゴシゴシやっちゃうとね、こういう細かい部品とかもあるので、こういうのがね、一緒に何かの原因で落としちゃったりとかすると、多分ね、気づかないと思うんですよね。で、一応、洗い終わったそばから、違う容器に移しておくと。こんな感じで14枚ね、全部洗っていきたいと思います。はい、洗浄の方がね、終わりましたので、乾燥の方をかけていくんですが、今回ね、ちょっとこういうの作ってみたんですよ。これただの木の棒にクリップがね、4つくっついてて、で、それぞれここにね、エッジングパーツのこのシートをつけていくんですけど、挟み込んでいくんですけど、それぞれ4個ついてるのが、1、2、3、4セット作りました。なので、一応16枚ね、同時に乾燥できるのと、あと乾燥し終わった後にね、そのままメタルプライマーとかのその時に使えますので、まあ役に立つんじゃないかなと思います。ではね、ちょっと早速使っていきましょう。なるべくね、エッジングパーツのこの余剰が残ってるところをね、挟み込んでいった方がいいですね。どうしても挟み込んでる箇所っていうのはメタルプライマーがかかんなくなっちゃうので、まあできるだけ面積の小さいところ、余剰の部分、面積が大きいところですね、大きいところでつけていくと、これここかな、
ね、あんまりね細かいところとかはねやめた方がいいですね。パーツが細かいところね破損しちゃったりとかする可能性もあるので、なるべくパーツの大きめのところで余剰がなるべく残ってるところでやった方がいいと思います。こんな感じですね。で一応これをね4セットやっていきます。はい、それでね挟み終わったエッジングパーツのシートをねこんな感じで押していきます。はい、じゃあ乾燥終わりましたんでメタルプライマーをね塗装していきたいと思います。まずはね、ホコリをねちょっと落としておきましょう。で何回も確認するようになっちゃいますけど、一応この作業工程の間でシートの方からねパーツが破損しちゃってたりとか欠損してたりとかねいうのがないように一応確認しながらやりましょう。大丈夫かな。はい。はい、一通り終わりました。じゃあこれでね乾燥させましょう。